皆さん、こんにちは。この動画では、カロリー制限がアンチエイジングに与える驚くべき効果について深く探求します。私たちの体の細胞が若返り、健康長寿を迎えるための鍵は、食事とライフスタイルにあるかもしれません。最新の科学的知見と実践的なアドバイスを通じて、あなたもカロリー制限とアンチエイジングの素晴らしい世界に一歩近づけるでしょう。これまで7回にわたって YouTube で示してきましたように、食事摂取量の制限、カロリー制限により、老化に伴う症状や、老化そのものが改善し、健康、さらには寿命の延伸を期待することができるようになりました。その一方で、最近話題になっているのがミレニアル世代の発がんです。その原因の一つとして、加工食品を多く食べるようになったことや、座りっぱなしの日常、環境リスク要因にさらされるようになったことが挙げられており、すなわち、西洋化したライフスタイルや若者の栄養状態が老化を進行させ、がん患者を増加させているようです。そこで今回は、老化を改善させ、がん予防にも役立つようなカロリー制限の効果について深掘りしていきましょう。まず、カロリー摂取やカロリー制限により私たちの体の中で何が起こるのか、そして神経系やホルモンなどシグナル伝達系へどのような影響や効果をもたらすのか、詳しく見てみましょう。現代の日本において我々は飽食を享受することができるようになりました。このため我々が体内に取り込むエネルギー量が飛躍的に増え、同時に活性酸素種が発生し、酸化ストレスにさらされるようになったのです。さらに、最終糖化産物と呼ばれる不均一な就食タンパクが生成され、活性酸素の増加と相まって老化が進行することになるのです。このように体の老化が進み、肥満やそれに伴う生活習慣病が社会問題になってきました。一方で、最近の研究から粗食や断食が健康、さらには寿命の延伸に関わることが科学的に検証されつつあります。適切な栄養が維持される食事制限を行えば、寿命が伸びることが一貫して実証されています。では、カロリー制限による抗老化作用はどのようなメカニズムで起こっているのでしょうか。カロリー制限の有益な効果は、エネルギー利用低下に対する神経内分泌反応と密接に関係しており、視床下部の球状核が中心的な役割を果たしています。実際に満腹中枢、摂食中枢として摂食行動を刺激するのは、脳の視床下部に存在する球状核と呼ばれる神経核に存在する神経細胞集団と考えられています。そしてカロリー制限により神経ペプチド愛の発現が増加することで、視床下部から下垂体への出力を変化させ、最終的には生殖機能の低下、グルココルチコイド発現の増加、エネルギー消費の減少をもたらします。インスリンは膵臓のベータ細胞から、レプチンは脂肪細胞から、グレリンは胃から分泌されるホルモン要因子であり、インスリンとレプチンは神経ペプチド愛発現を負に制御し、グレリンは性に制御しています。次に、アンチエイジングに効果的な食事法について学びましょう。最近の研究からカロリー制限や絶食、断食が健康、さらにはがんリスクの減少など寿命の延伸に関わることが明らかになってきました。アンチエイジング食事法としてカロリー制限はその名の通り毎日摂取するカロリーを制限する方法です。その一方で飢餓期間を取り入れる方法にはその期間の長さや頻度などにより様々な方法があります。1日おきに自由摂取と飢餓を繰り返す方法、絶食期間を定期的に設定する方法、1日のうちに絶食する時間を設定する方法などがあります。また、1日に必要なタンパク質の摂取量を確保した上で、炭水化物の摂取量を通常1日 50g 以下に抑えて、総エネルギー摂取量の 60% から 80% 程度を脂質から取るようにする方法もあり、抗転換作用、神経保護作用、認知機能改善作用が報告されています。さらに、長期的なカロリー制限の実施には、実際に行う際の困難さなどがあるため、もっと簡単に薬物や化合物で同じ効果を得ることができるようなカロリー制限模倣薬の開発に多くの注目が集まっています。私たちが3年以上も前から取り組んでいる NMN を用いる治療もこのカロリー制限模倣薬治療の一環です。カロリー制限や運動などアンチエイジング医学にプラスになる分子メカニズムとして現在注目されているものはホルミシス仮説と呼ばれています。ホルミシスとは強く付加された場合には生体にとって有害な刺激が弱くストレスが加わった場合には生体にとって有益な影響、効果をもたらす現象を指します。そこで適切な運動がアンチエイジングに与える影響について説明します。日常の身体活動量が多いことや定期
期的な運動トレーニングが生理機能や代謝機能の改善をもたらし、また慢性疾患や早期死亡のリスクを低下させることでアンチエイジングに寄与することが示されています。習慣的運動は肥満やインスリン抵抗性を防ぎ、代謝、循環器疾患の予防に対して有用性が認められています。また、運動、身体活動は、がん罹患リスクを下げる生活習慣として、多くの疫学的研究によって支持されています。摂食行動は、複数のフィードバックループによって制御されていると考えられ、短期間の効果は、すぐにリバウンドします。これは、摂食行動を促進、または、抑制しようとする神経回路が、一旦活発になるものの、続いて、体重を安定的に保とうとする制御機構が優位になるためと考えられています。加齢に伴う疾患は、パンデミックの規模にまで増加しており、症状、行動、代謝、生理学的レベルで、これらの病気に対処するための効率的、かつ低コストの方法の必要性が明らかになっています。栄養と健康は密接に絡み合っていますが、食事が病気にどのように正確に影響を与えるかについての理解が不十分であるため、特定の食事介入の有効的な医学的利用が思うようにいかないことがよくあります。これまで人に対して実施されたカロリー制限研究のうち、一つは8週間のカロリー制限によりインスリン抵抗性の改善が示唆され、もう一つは2年間で 25% のカロリー制限の実施を目標として高肥満効果、抗炎症効果、酸化ストレス耐性の更新などの効果が認められました。カロリー制限はモデル生物の寿命と健康寿命の両方を延長し、様々な病気を改善する強力でありながら簡単な介入方法として臨床応用に近づいています。ただし、心理的及び社会的行動の制限によりカロリー制限を実生活に導入するのは難しい場合があります。このような問題を解決するため、カロリー制限を模倣する物質による介入が開発されています。世界中で年間1100万人が高いナトリウムの摂取量、低い全粒穀物の摂取量、低い果物の摂取量などの最適ではない食事が原因で死亡していると考えられています。その食事要因は高血圧、肥満、心臓病、脳卒中、2型糖尿病及びがん、特に胃がんや結腸、直腸がんの一因となります。多くの人々がすでにダイエットに取り組んでいるか、あるいは取り組もうとしているのですが、食事摂取と健康の関係は複雑で完全には理解されていないようですね。新しい健康長寿と人生延長の未来に向けて一緒に学びましょう。最後にご視聴いただきありがとうございました。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネルの登録をお願いします。次回もお楽しみに。ありがとうございました。